ということでですね。知名度ゼロ番地です。よろしくお願いします。ということで。まあ、クリスマスイブ。今年の12月の24日に、東京メトロ東西線の南行徳駅徒歩3分の、なんかミュージックメソッドという音楽バーで、なんかバンドをやる、ライブやるみたいなことになっていてですね。まあ、なんかいろいろあって告知的なことをやった方がいいんだろうなということで、急遽、撮ってます。まあ、なんだろう。まあ、素人の寄せ集め、素人の寄せ集めだし、皆さん、まあ、なんだろうな。まあ、ドラムの方と、ギターの方と、自分で、3ピースみたいな感じなんですけど、ですね、なんだろうな。どのぐらい、こう、プライバシーの問題もあるから、他の方のことをベラベラ喋るのもどうかと思うし、じゃあ自分のことをベラベラ喋るかっつうと、まあそれもなんかなとかね、思いつつですね。本名とかも言いたくないし、まあ顔とかもネットになんかそういうデジタルタトゥーみたいなの嫌だし、とかなった時に、特にこれといってやることねえなっていう話にはなってくるんですけれども、現状としては、今からライブまで20日あるということは、まあ、長々と喋ってですね、で、それを、まあ、20本撮りみたいな形で、20分割して、1日1本、こう、上げていけば、なんか予約みたいなやつで、この日、何日目、何時にアップ、この日、何日目、何とかでアップみたいにして、やっていけば、まあ、毎日告知がいって、内容なくてもなんとなく告知してるなーっていう雰囲気にはなるんじゃねえかと。まあ、YouTube とか機械対応よくわからない中、なんとなく宣伝っぽいこと、告知っぽいことをやっていければいいのかなと思ってます。うん。だから、まあ、長々と喋って20で分割してあげるという感じなんですけど、どうしようね。とりあえず1回目、なんか音楽に関係することをなんか喋るみたいな形でいくかっていう感じなんですけど、個人的に、これはギターの方が作ってくださった、まあ、結構10年ぐらい前に作った曲なのかななんかで、面白いのがさ、まあ、多分 G マイナースケールでサビの部分がディミニッシュっていう、普通あんまりディミニッシュってコードは使わないんだけれども、まあ、なんだろうな。いわゆるちょっとこう、まともなコードの中ではノイズーなっていうか耳障りな音なんですよね、ディミニッシュって。で、それをこうサビに持ってくる。で、曲は憂鬱な音っていう。で、まあ、音の構成とかは多分なんていうのかな。まあ、いわゆるビート系っていうか、昔で言う明太ロックとか、スターリンとか、なんかこう、東京ロッカーズとか、そっちの80年代前半のなんか、インディーっていうか、ライブシーンのロックな感じっていうやつなんですけど、そうですね。まあ、ディミニッシュの使い方が面白いと。まあ、なんだろう。マイナースケールからのディミニッシュっていうと、まあ、ジャズの定番の251とかもディミニッシュから始まるじゃないですか。でもまあ、なんだろう。ちょっと耳障りなディミニッシュから入って、最後、こう、ハッピーなところに行くっていうのが、まあ、ジャズのコードの定番だとしたら、うん。サビで一番
嫌な感じの音が流れるっていうね、嫌なコードが来るっていうのが、まあ、いいんじゃないかなという。うん、で、個人的になんだろうな。小学校とか中学校とかの音楽の時間を、男っていうか男子っていうか、みんな歌下手だったと思うんですよ。こういう言い方するとあれだけど。で、なんていうのかな。普通の音楽っていうのは大体、こう、C メジャースケールとか、もしくは、A マイナースケールとか、発見だけで、こう、ピアノの黒鍵使わずに白いところだけでこう音楽を成立させようとするわけですよ。で、まあ、それが俺はちょっと嫌だなと思ってて、どういうことかっていうと、まあ、バッハとかモーツァルトとか、あの辺の時代の頃っていうのは、男性歌手のキーがだいたい A で、女性歌手のキーが C だったと。だからまあ、C メジャー、A マイナー、発見だけで弾けるっていう、鍵盤の並びになったわけなんですけれども、その後、いろいろあってですね、ピアノのキーが全体に半音上がったわけですよ。まあ、どういうことかというと、俺の勝手な推測なんですけど、まあ、それまでこう、教会音楽とかバッハとかの時代だと、そういう聖歌隊とかが歌ってたんでしょうけれども、チェンバロが普及するわけですよね、モーツァルトの時代に。そうしたときに、まあ、パイプオルガン、バッハのパイプオルガンの時代っていうのは、教会の建物と楽器が一体化してるわけですよ。壁中パイプになってて、パイプオルガンなわけですよね。建物と楽器がもう一緒くたなわけですよ。もう、壁中パイプ。で、それがまあ、ちっちゃいピアノっていうのかな。まあ、持ち運びできるとまで言わなくても、まあ、なんだろう、タンスぐらいのサイズで、冷蔵庫ぐらいのサイズで、重いは重いけど、まあまあ、なんだろう、その、家庭用に持ち運びが可能な、引っ越し業者がこう、配達できるぐらいのサイズまで、こう、鍵盤楽器が小さくなって、軽くなって、で、まあ、貴族の家に、そういうチェンバロという、ピアノの初期の頃のやつが普及して、子供が、言葉を覚えるのに、お遊戯するのに、チェンバロで演奏するわけですよね。まあ、幼稚園の先生が、幼稚園児に歌わせるように、こうやるんで、そうすると、まあ、幼稚園児の声が、C になるように、楽器をチューニングするわけですよ。したらまあ、当たり前なんですけど、大人が歌うと、幼稚園児の声は出ないわけで、まあまあ、なんていうか、歌下手になるじゃないかと。で、まあ、なんだろうな。男性だと、当時、まあ、ピアノのキーが上がるまでは A だったということは、えっ、と、今の音階で言うと G とかになるわけですよね。で、女性だとまあ、B シャープとかになるのかな。んで、まあ言っても当時の歌手って、まあ、歌手だから、それなりに高いキーで歌うわけで、一般人だと、さらに半音ぐらい声低いとなった時に、まあ、女性だと B とか、男性だと、まあ、F シャープとか F とか、ぐらいが、まあ、一般的な声のキーだと思うんですよ。ナチュラルな声っていうのが。だから、なんとかな。女性はまたさ、その、A と C の間だから、どっちにも声合わせられるけど、男ってまあ、G とか F とか言ったときに、なんだろうな。C から数えて、まあ、1オクターブの半分、2分の1オクターブぐらいずれてるわけですよね。で、そうするとまあ、なんか C にも A にも声を合わせにくいというか、
そらまあ、4度5度ずれてりゃ、音痴にもなるよなっていうね。だから、なんていうのかな。なんでピアノにキー合わせなきゃいけないんだと。ピアノ側がこっちの声にキー合わせろよっていうのがまあ、フォークソングなわけで。ギターっていうのはまあ、弦が6本だからとか、まあそんなに黒鍵発鍵関係ないんでっていうのもあって、まあ自分で弾き語りするときに自分の声に合わせたキーでこうできるわけですよね。だからまあ、ローリングストーンズとかオープン G で演奏するっていうのは、まあ男性の声が G なんだったらもう最初にギターのチューニング G にしちゃえよっていうことですよね。で、まあ、そういう、なんていうのかな。楽器に音程を合わせるのか、まあ人間の声に合わせるのかっていうところの、まあ、イデオロギー対立みたいなのがあって、各楽器ごとに得意なキーってまたあるわけですよ。こう、まあピアノだとそういう発見だけのやつが得意だとか、もしくは黒鍵だけ使うなんか、そういう、なんとかな、F シャープとかで、なんかペンタトニックとかが得意だとかね。なんか吹奏楽器だと、まあ、フラット系で、B フラットキーとかがやりやすいとか、弦楽器だとなんかシャープ系で、なんか、キーが E とか A とか、あの辺が弾きやすいとか、っていう話になってくるわけですね。弦楽器って一番低いところの開放弦が E で、次が A なんですよね。まあギターとか、バイオリンとかもそうなのかな、ベースとか。で、そうしたときに、なんだろう。なんで、その E とか A とかなんだっていうのもあるんだけど、あれって、例えば、キーが C だと、C コードを弾いたときに、C, D, E, F, G で、C, G, E だから、なんだろう。まあ、その、A, E が入るわけですよね。上の低い弦2つが、まあ、その C コードの中に収まると。で、じゃあ、コード A 弾いても、A, B, C, D, E だから、まあ、A, D, E なんで、A と E が入るんで、まあ、割とこう、ギター的に、なんていうかな、ギターとか、まあ、もっと言うと、バイオリンなんでしょうけど、一番は、イタリアとかのオペラの時代ってそうなんだろうけれども、こう、C とか E が、C とか E のキーに合わせた、まあ、チューニングなんだろうなとは思いつつですね。そんな、幼稚園児の声出ねえよっていうね。おっさんなんだからさ、みたいな。やっぱね、そういう、まあ、ありますね。ギターの弾き語りとかでも、まあ、男性キーの演奏に対して、じゃあ、3フレット目にカポつけて、3カポとかにすると、女性キーの曲になるとかね。まあ、そういうパターンがあって、なんていうのかな。うん。まあ、俺はそういう、C メジャーキーで歌うの嫌だなとかね、C で歌うの嫌だなっていうのはあるんですけど、意外となんていうかな、やっぱり鍵盤楽器の人がバンドとかでも大体力あったりとかするんで、まあ、意外にギターバンドとかでも、C なんだ、みたいな、C キーなんだ、とかは割とあったりするというね。いや、5度なんだからいいじゃんとかいうのもあるんですけどね。だから、こう、ポップスとか見てると歌い出しが、4とかで始まるわけじゃないですか。だから、C キーだと C, D, E, F だから、F スタートで
まあまあ、なんだろう。男からすると歌いやすいキーなのかなとかね。うん。まあ、こういうよくわからない音楽のことを分かってるのか分かってないのか分からない感じの話をしながら、とりあえず1回目は終えて、で、アップしてちゃんと表示されるかどうかだけちょっと見て、また、ぶっ通してガーッと長々喋って、20本に切ってアップするぞっていう感じなんですけども。じゃあまた失礼します。